はい、皆さんこんにちは。お絵描きうまくナロクラブのアドです。ということでですね、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は1時間使って息抜きペインティングしてきましたので、ちょっと解説付きでというか実況付きで皆さんと一緒に振り返りたいと思います。お絵描き久しぶりにやってみたいという方はぜひトライしてみてください。完成像がこんな感じです。こちらなんか比較的うまくいったかなということでね、動画にしようかなと思います。参考画像は左のこちら、AI の画像になってます。視聴者さんからのコメントで、著作権が気になって SNS に、絵を投稿することにちょっと抵抗がありますっていうねコメントが先日来ておりまして、すごくお気持ちがわかるんですけど、トさんという方からのコメントでしたね。はい、トさん TO さんか TO さん、ご視聴ありがとうございます。で、僕もちょっと気になりだして今著作権引っかからないようにというか、気にならないように AI 画像で作っております。ミッドジャーニーでいつも生成しているので、気になる方はぜひミッドジャーニーで検索してみてください。最近生成した画像だと、お気に入りがこの辺のなんかテニスコートにいる女性ね、いい肖像ができました。この辺のところめちゃくちゃいいですし、はい、いいなと思います。で、プロンプトにですね、ちょっと面白いワードを入れるとっぽくなるので、面白いワードというか1950年代のスーパーパナビジョンっていう風なプロンプトを入れるとこっち系の画像になりますので、こっち系のなんか昔っぽいフィルムっぽい感じですね。皆さんもやってみてください。こんな感じ。あとは自分が好きな画像をチャット GPT に読み込んで、言語化してくれと。で言語化させて、その言語化したものとこの1950年代スーパーパナビジョン組み合わせると、それなりに自分の好きな画像がねできるっていうのが今自分的なハマってるやり方になります。また今回使うこの画像のプロンプトは概要欄に貼っておきます。ノートに高画質画像を貼っておきますので、ご自由に使ってください。では、作画していきます。前半が30分、後半こする時間で30分というようなね、形で描いていきます。最近ハマってるのがこの血岩ブラシっていう変な名前ですけど、血岩ブラシ、これです。フォルダーどこかちょっと分かんないです、ごめんなさい。血岩ブラシっていうのにハマっておりまして、皆さんも使ってみてください。はい、本当に息抜きなので、皆さんもね、気軽にトライしてみてください。最近の自分のハマってる描き方をご紹介です。最近は色分布を先に載せまして、こんな感じで、これもね、ぶっちゃけその頭の知識があるとすごく楽な部分があると思いますので、シルエット取って、ちょっと暗めの色取って、次暖色のせて、で青っぽい色、この辺はおでこのこの左上とかもちょっと多分空の青じゃないかなっていう。で目の周り黄色い、顎周りもちょっと黄色いかなみたいな感じでのせていっております。はい、ここまでのせたら上から線画で、全部血岩ブラシで、1枚のレイヤーに今回描いていきますので、その前提で見てみてください。髪の毛のシルエットとっていう感じで、ここまでがベースですね。髪の毛もこの上からっていうかなんていうんですか、日光の光かな、これ入れると
それなりになるので、今はこんな感じで大丈夫だと思います。ではみ出してるとこうやって、消していくと人っぽくなるよっていうね形です。また間こうやって詰めていきます。間詰めていきますっていうのは、この明るい肌色のところ今穴開いてるような状態になってるんで、その間を詰めるっていうか埋めるというかね、そういった形です。これで引きで遠くで見るとこんな感じで、これぐらいのちっちゃさで見ると分かるかな。結構こう左頬が穴開いちゃってる感じなので、それを踏まえてね、こう輪郭とか入れたりしながら、この左頬らへんとか埋めていきたいなっていう感じです。あとはこう奥からの回り込みの環境光でちょっと輪郭に光当たってるんで、それもここで追加しております。はいですね。であとは服もここねこういうグレーとか白とかじゃなくて、これ多分予測ではこの背景の噴水みたいなところにベージュのコンクリート映ってると思うんですけど、地面がベージュで下から黄色っぽい光、空の青影の中に入ってて、で光が当たってるっていう、そういう認識でいいんじゃないかなと思います。そこまで描いてる時は思えてないかな。そして光じわっと当てます。この茶色に対して赤っぽいオレンジから黄色い光までっていうような感じですかね。でここで頬をこう埋めます。穴開いてるって言ってたと思うんですけど、この辺もちょっとまだ抜けてる感じが、もっと暗いはずなんですけど、ここで今埋めてくれました。はいですね。あとここにちょっと紫っぽい色、鼻先に入れました。目の左目のこの下のところ、涙袋らへんというか、その辺と鼻先が紫っぽいかなっていうところで、そしてリボン、これもねレイヤー分けてないです。そのままです。であとは鼻のここ底面にこうなんていうか明るい色入れることで面がちゃんと分かれると思うんで、分けましたです。で唇もしっかり形入れてあげて、顎もちょっとここアウトラインと一色で平面的になってるんで、ちょっと間をこう詰めて立体感つけてあげました。はい、でまだベースのラフはまだですね。頬がもうちょっとこうね、頬とおでこちょっと暗いトーンが入ってるんで、濃いめのオレンジを入れました。オレンジというか赤かな。でですね、ここまでで、ここからこするんですけど、なのでここまで、ここまでです。ここまでがベース着色になってます。こうやって遠くから見て合ってたら合ってると思うんですけど、ちょっと頬がこけてるなとか、いろいろ変なとこあると思います。首がちょっと色が乗ってなくて抜けてるなとかですね、そういうの思いながら修正しながらこすっていきます。こするなので、この右上の指先マークこすると今みたいな感じになるんでね、鉄岩ブラシ特有のこすれ方になっております。こんな感じ、でこすっていきます。ベースができてるんで、あとは色を混ぜていくだけなので、不透明でもなくブラシのサイズだけでこうやってこすっていきます。なじませるっていうだけの話なんですけどね、なじませていってます。目もこの下のグレーをこうやって上に引っ張ってきて描いてあげてます。こうやってもう色めんどくさいんでね、こ
この顔に落ちてる色をキャンバスとしてこすって描いていく形です。よっぽどのことがない限りはね。この目の方が良かったな。で今見たら反省点ありますけども。で鼻もね、ここ鼻と頬を分離してるんですけど、ここの間のこの鼻と頬をつなぐこの間のなんていうか山、ここの今描いたタッチ、結構これが大事かな。これじゃないとここなんか穴開いてるんで、ここ結構忘れがちっていうか、それ大事だと思います。この写真見たら分かるんですけどね、頬と鼻のつながりといったらいいのか。で僕の癖として目が離れすぎるっていうか、パースバグが起こってるんで切り取ってちょっと縮めます。これも毎度ですね。毎度こうなってます。皆さんも自分なりのちょっとなんていうかミスの癖みたいなのあると思うんで、もうしゃあないんでね、毎回同じ修正したらいいと思います。目がおかしいのか、やっぱり天才型じゃないんでね。でこの唇もこの方が良かったですね。下唇出ちゃって、こっちの方が良かった。っていう感じで顎がねごつくなっちゃって、描いていくうちに悪化してる部分も多々あるのがよくあります、僕の場合。この辺もこれぐらいで、ここに黄色いトーンが落ちてる方がなんか良かったなとかですね、思いながら、ここ耳に濃い色埋めて、あと首もね、こうやってオレンジ、明るめのオレンジ足すだけでなんかのぺっとしなくなったりすると思うんで、そういうワンタッチでかなりね影響してくると思います。で服もここにちょっと紫グレーっぽい色でこう同じような感じでねシワを描きながら、で髪の毛もこここするで引っ張ってるだけなので、ここねこするでこうやってちょっと再生したら分かりやすいか、こんな感じでこすっていくと間の色が混ざってできてくれるので、楽ですね、楽です、はい、そんな感じで描いてます。であとここ服のシワ、明らかに光のライティングの位置が変なんですけど、写真はそうなんだけど分かりづらいんで、ちょっとごとこうやって移動して右にねです。でそんな感じで、完成となっております。リボンはちょっと飛んじゃったけど、リボンも明るい黄色は光が透過して若干明るみになってるような感じなんで、3色で十分だと思います。はい、で完成と、なるべくせっかく手書き感があるあれなんでね、ちょっと粗いところも残してます。おでこがちょっとやりすぎかな。はい、でこれがなので、これがこうって感じです。これがこうね。ということで、約1時間以内に、慣れたらかけていくと思いますので、皆さんもですね、ちょっとストレスで疲れ果てたら、ゲームとかもいいんですけど、ちょっとマインドフルネス的な感じでですね、ストレス発散で、人物がトライしてみてください。ということで、今日は血岩ブラシを使った人物画でした。ちょっと動画更新がしばらくできず、申し訳ないんですけれども、今後も時間が空いたら楽しいお絵描きをお届けできたらなと思います。それでは皆さんもお絵描きを楽しんでください。次回の更新もお楽しみに。さよなら。